フダイル・ブン・スライマーンが伝え、ムーサー・ブン・ウクバが次のように語りました。私はサーリム・ブン・アブドゥッラーが、道中の特定の場所を選んでそこで礼拝しているのを見た。彼は、自分の父イブン・ウマルがそこで礼拝していたこと、そして父は預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがそれらの場所で礼拝されるのを見たのだ、と語っていた。また、ナーフィウもイブン・ウマル、アッラーが彼ら両人を喜ばれますようにから、彼がそれらの場所で礼拝していたという伝承を私に語った。私がサーリムに、それらの場所について、尋ねたところ、シャラフ、アルラウハーにある一つのモスク、礼拝所に関する相違を除いて、すべての場所において彼はナーフィウと一致していた。サヒーフ・アルブハーリー第483番。ハディースの小説。この章の解説は、マディーナへ至る道沿いにあるモスクや、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれがかつて礼拝された場所で礼拝することの是非を明らかにすることを目的としています。つまり、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがハッジ、大巡礼オムラ、小巡礼あるいは遠征、ジハードの旅の途中で立ち寄り、夜間や午前、ドゥハーに義務の礼拝やナフィラ、任意の礼拝を行われた特定の場所についてです。果たして、それらの場所を意図的に探し出して礼拝することは推奨される、ムスタハップのでしょうか。それは預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれへの、模範、イグティダーや、崇拝行為の一部とみなされるべきでしょうか。著者、イマーム・ブハーリーはこの章題においてあえて明確な法的判断、含むを下さず、マディーナへの道にあるモスクと、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれが礼拝された場所について、と記すにとどめ、学ぶ者が自ら熟考するように委ねています。イブン・ウマルの見解とその熱心さ。本章で引用されている伝承の多くは、アブドゥッラー・ブン・ウマルに関するものです。彼は非常に熱心に預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの足跡を追い、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれが礼拝された場所を探しては礼拝し、特定の木の下で夜を過ごされたなら自分もそこで夜を過ごしました。息子のサーリムもまた、父のこの習慣を受け継ぎました。正しい見解ウマルと行為のサハーバたちの立場。しかし、この問題におけるより正しい見解は、イブン・ウマルの父であるウマル・ブン・アルハッターブや、他の行為のサハーバたちの意見です。彼らは、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれが旅の途中で偶然礼拝された場所をあえて探し出し、そこで礼拝することは推奨されないと考えていました。ウマルは、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの物理的な足跡をたどることを禁じ、次のように警告されました。あなたが大前の民が滅びたのは、彼らが預言者たちの足跡を追い求めたからである。ウマルがこれを禁じたのは、特定の場所を神格化し、それが将来的に、シルク、偶像崇拝へとつながる道を断つためでした。ウマルや行為のサハーバたちは、この点においてイブン・ウマルよりも深い知識を持っていました。学問的な結論。イマーム・マーリクの見解。彼は預言者。彼にアッラーの平安と祝福あれが礼拝された場所で礼拝することを推奨、ムスタハップとみなしていました。イブン・ウマルの努力。彼は独自の解釈に基づいて行動しており、その熱意に対して報奨があると考えられます。しかし、正統カリフ、アブー・バクル、ウマル、ウスマン、アリーを含む行為のサハーバたちが反対している以上、学習者が彼に習うべきではありません。証拠としての重み、サハーバの一人の意見は、他に反対意見がない場合には証拠となります。しかし、行為のサハーバたちの間で意見が分かれた場合は、シャリーア、イスラーム法の基本原則や他の確固たる証拠に立ち返る必要があります。